世界のおじさん、こんばんは。リアルキャンパー係長健です。ちょっとね、今日はナイフのお話です。三条の鍛冶屋さんにインタビューする機会があって、ナタとかナイフについていろいろお話を伺ったんだけども、実際キャンプでね、使うナイフ、何がいいんだろうなって、改めてちょっと考える機会になったんですよね。ということで今回ね、私の持ってるナイフバーっと今ちょっと並べてみたんですけど、どういう用途で使っているのかを説明しながら、ナイフの選び方だったり利点って何だろうなっていう動画を作っていこうというふうに思います。ちょっとある程度初心者さん向けにはなると思うんですけど、皆さんねナイフ使われていると思うんで、詳しい方いたらちょっとねコメントで情報提供してもらえると私も勉強になるし、世界のねおじさんの知識も深まるんじゃないかなというふうに思います。そしたらじゃあちょっとね、まずは私の持ってるナイフと使用用途について紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。あと、もしこの動画面白かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。まずね、一番メインで使っているナイフがこれ、ですね。ベルモントのヤマトっていうナイフなんですけど、これはね、超軽量のフルタングナイフですね。これケース付きなんだけども、ナイフ本体の重量が 100g 以下っていうね、めちゃめちゃ軽量なフルタングナイフです。これがね、今キャンプで一番メインで使ってるやつかな。で、なんでこれがメインになってるかっていうと、巻き割りをする際にフルタングナイフ、こっからこの柄までね、金属が1本入っていて丈夫であるっていうことと、あとね、刃の厚さ、これ3ミリかな、刃の厚さがあるということ、あとやっぱり軽量コンパクトであるっていうことで、バックパックにね入れて持ってっても邪魔にならないし、本当薪を割ることもできるし、すごく使ってます、メインでね。で、ある程度細身ではあるんだけども、薪割りバトニングなんかも特に問題なくできてます。それこそどでかいね広葉樹を割ろうって言ったら、それはやっぱりちょっとパワー不足、やっぱり刃の厚さだったりとか、このね刃の高さがないんで木にね食ってっちゃって止まっちゃう部分はあるんだけども、通常の市販の薪とかであれば特に問題なく割れています。そういう意味でね、一番ね使い勝手がいい、焚き付け作ったりとかにも向いてるし、私はね上手じゃないけどフェザースティックするにもちょっと使いやすいというふうに思います。で、結構この刃先のところが尖ってる形状なので、この刃先がね結構尖ってる形状なので、本当バトニングだけじゃなくてナイフとして何か切ったり刺したり、料理の簡単な切り物ぐらいには全然使えると思います。なんだけども、私はね基本的には料理とバトニングはナイフを分けたいので、こいつはね今基本的にはバトニング用ですね。あとなんか切ったりとかそういう用途に使ってます。本当に軽量だし、フルタングなんでね、使い勝手のいい、本当に今一番一軍で使ってるのがこのベルモントヤマトです。あとこれ革のケースね、革のケースが付属でついてくるので、本当ね渋いしね。で、これ革のケースが味が出てくるんだよね、使ってるうちに。最初は本当なんとベージュっぽいね白い色だったんだけど、だんだん使っていくうちにこういう風な茶褐色っていうのかな、濃い色に変わっていくのと、あとね、汚れっちゃ汚れなんだけど、やっぱり味が風味が出てくるんですよ、すごく。それが育てるっていう意味でも所有欲っていう意味でもすごく高いかなというふうに思います。あと別売りではあるんだけど、ここにね専用の、ファイヤースターターを入れられるので、どでかいのがね入れられるから、本当ブッシュクラフト的にこいつを山に一本持っていくっていう発想でもあるんだと思います。でもこれ一本でね何でもかんでも何でも切れるかって言ったらそういうわけじゃないんで、ライトに使えるナイフとしてはすごく万能じゃないかなというふうに思います。で、続いて紹介するナイフがこちら。これね、ごめんなさい、モーラとどっかのねコラボナイフなんだけど、形状としてはモーラで同じものが売っているのと、あと完全にね刃はねモーラです。今は多分同じ形状のモーラのモデルもあると思います。これはね渓流釣りで使ってます。刃はステンレスですね。よいしょ。こんな感じで、ステンレスで錆びにくいので、
ほんと渓流釣りに行って釣ったねヤマメとかイワナを締めてエラとお腹だけこうさばいて出してくるっていうのに使ってるやつで、通常のモーラーより少しねこれやっぱり刃が細いんだよね。で厚さもこれ多分2ミリかな、ちょっと細めなので普通に使うナイフとしてはすごく使いやすい。で切っ先もちゃんとあるからほんとね魚をこうさばいたりっていう作業にもすごく向いているし、あとねこれグリップが樹脂グリップなんだけどもすごく握りやすくて滑らないので、濡れた手とかでね使ってちょっと心配不安になる部分もやっぱないです。ほんとこれ今ね渓流釣りで使ってるけどもすごくね安心感あって使いやすいナイフですね。でここのところにお尻のところ外すとこれファイヤースターターになってて、これでねそのまんま、火を起こすみたいな感じで現場でね遭難しても火を起こせるみたいなそういう仕様かなと思います。あとこれがねプラのケースについているので結構ねホールドもしっかりするから途中で抜けちゃうっていう心配もないし、山に本当沢の中持ってってるけど心配はないです。でごめんなさい、これねダクトテープをねちょっとここに巻いて緊急時用にね何でも使えるようにちょっとダクトテープ巻いてるんですけど、そういう風にね本当にね実用的に今これワイルドで使っているやつですね。でこのプラスチックのケースのところここがこういう形状になっててベルトにねつけられる形になってるから本当これベルトのところに刺して今沢に入っているナイフです。でここのなんだっけ容器のとここに穴開いてるの分かるかな、穴開いてるんで中に水が溜まっても抜けていくような形にはなってます。はい、これもモーラーで多分ね同じ形状のやつ使えるけど本当にすごくね道具として使える1個じゃないかなというふうに思います。で同じくモーラーなんだけどもこれ一番ね有名ですよね。モーラーのヘビーデューティーですかね。これがヤマトを買う前に一番ずっとこれメインで使ってた、もう4年とかもっとか6年くらい使ってたのかな、 4,5 年、使ってたナイフです。でこれはねもう言わずと知れたモーラーナイフ、一番売れてるナイフなんでもう皆さんご存知だと思うんですけど、これはねカーボンの方ですね。カーボンバーの方です。でステンレスもねいいんだけど、ステンレスは錆びなくていいんだけど味が出ないんだよね。錆びない代わりに本当いつまでたってもステンレスっていうイメージだから、ぶっちゃけて言うとカーボンの方が錆びるけど使ってて楽しいと思います。でこれもね3ミリだったかな。なのでバトニングはできるし本当にねこう削ったりフェザースティック何かを開けるとか用途としてはめちゃめちゃ広いんで、一番最初に使えるナイフとしてはやっぱりコスパ、とにかくね値段が安くて汎用性が高いのでやっぱり一番おすすめするナイフはもうこれかもしれない。で初心者ナイフかって言ったらそうじゃなくて初心者から中級者から上級者まで多分ね使い勝手のいいナイフじゃないかなというふうに思います。でモーラーのいいところって実はね丈夫でいろいろ使えるっていうのもあるんだけども、このグリップなんですよね。これグリップが実は一番モーラーがすごいなと思うところで、ここがやっぱりゴムになっていてこのね独特の形状、これがとにかく握りやすい。ここのところに引っ掛けて刃の方に指が行くのを防ぐっていうのとすごく握りやすい形状でグリップが強いので本当に安心感がある。これがねやっぱり初心者におすすめする、あとこれをずっと使っていた理由ですね。もうとにかくねやっぱり安心感ある。フルタングじゃなくて多分刃はこのぐらいしかないから使い方によっては刃が折れたなんていう人もいるかもしれないけど、よっぽど変な使い方しない限りそんなこと俺ならないんじゃないかなというふうには思ってます。ごめんなさい、これはね私の経験の話だからいろいろ賛否あるかもしれないけども、通常に売ってるような薪をバトニングするとかだったら特に問題ないんじゃないかな。あと節があるのをね無理やり叩こうとかね、それははっきり言って斧とかじゃない限り切れないから、ナイフの使い方として間違ってるっていう発想です、自分の中では。
そんぐらいやっぱりこれはね、もう誰にでもおすすめできるナイフじゃないかなというふうに思います。あとね、ナイフだからこういうふうなね R の形状がある程度あるので、まだね丸いから使いやすいです。本当にこう極端な鋭利な感じでもないし、しっかり R がついてるんで使いやすいっていう部分はあると思います。で同じくね、このプラのケースがあるんで、こいつがねやっぱりなんだかんだ言って本当気使わないし、もうガンガン使える感じで、同じくベルトにつけられるし、ここに排水の穴も開いてるからね、水もたまらない形状になっているので、このモーラはやっぱりね一番おすすめできる、本当に誰でも使いやすいナイフじゃないかなというふうに思います。はい、続いて紹介するのがこちら、モーラのねガーバーグってやつだよね。ちょっとお高めの方のナイフなんですよね。こいつは完全にフルタングのモーラナイフのモデルなので、ぶっちゃけて言うと丈夫です。でね、持った感じもね結構重い、ずっしり重い。でこいつはグリップは樹脂製かな、樹脂製なんだけども、やっぱりねしっかり握りやすい、グリップしやすい形状で、ハーツはこれ何ミリなんだろう、4ミリなのかな、5ミリなのかな。めちゃめちゃ厚いですね、重いだけあって。でフルタングなんで、ほんとこっからね、ここの柄のグリップのエンドのところまで刃が入ってます。でこのエンドのグリップのところにねちょっとこう出てるんだよね。でこの刃もこうなんか削ったりとかぶったたいたりとかそういうのに使えるんで、ここがあるのもいろいろ用途としては高いと思う。で刃はねやっぱり今まで私の他のモーラよりめちゃめちゃこの高さがあって分厚いです。で少しこういう風な R が大きく反りがついてる感じなので、なんて言うんだろう、こう叩いていくっていうか、こう払っていくみたいのにも向いてるんだと思う。あとね重さがあるからやっぱしっかり使える。巻き割りなんかも本当にね、バトニングとかやっても安心感すごくねパワフルであるのは間違いない。なんだけどこいつはね実はね全く使ってないんだよね。理由としては、ぶっちゃけて言ったら私のキャンプスタイルでここまでのスペックがいらなかったっていうのが正直な話。使い切れなかったんですよね。かっこいいんだけど、ここまでの用途をナイフに私が求めてなかったっていうのが正直なところで、これからブッシュクラフトをちょっと今年はねやっていきたいなというふうに思ってるので、ブッシュクラフトのナイフはまず1本目はこいつから使っていこうというふうには思ってます。そういうふうに今使っている用途よりもちょっとねレベルが上がったこう森の中入っていくとか、大きい何か枝をね払うとか、ちょっとそういうふうな、あとはねこういろいろ工作していくみたいなのにちょっと使っていけるのかなというふうに思っているので、ガーバーグに関して言うと本当ね最初の1本には全く進めなくて、そこまでの用途がいる人におすすめです。なんだけどすげえね、なんていうんだろう、かっちょいい所有欲はねめっちゃある、高いけどね、という意味で万人にはちょっとおすすめしないけど、やっぱりモーラの中ではガーバーグっていうのがすごくね魅力的なモデルじゃないかなというふうに思うので、今年ねこいつでブッシュクラフトみたいなことをまずはちょっとスタートで使ってみたいというふうに思います。あとこれはねなんとかセットっていうこういうのになんだっけいろんなところにつけられるいろいろプラスアルファのやつがついてるっていうね、ちょっとお高いモデルにしたんだけども、これも用途がある人かなというふうに思います。で最後のモーラ紹介するのがこちら、モーラのクラシックの多分ねナンバーがあってね、これ2番とかだったかな。これはクラシックモデルが再販になった時にもうねすげえ衝動買いで買ったっていうかね、もう超かっこいいなと思って買ったんだけど、もうね歯が切れ全く歯が切れっていうかね使ってません。使ってない。これだってね見た目すげえかっこいいじゃないですか。これでクラフトみたいなことをやったらかっこいいなと思って買ったんだけど、使ってないそもそもクラフトしないしねっていうのもあるんだけど、なんでこれをね使わなかったかっていうと、やっぱこのグリップなんですよね。
グリップが木でできていてちょっと滑りやすくて、でこういうね受けもついてるから安全性がないわけではないんだけども、あと握った感じの握りやすさっていうので握りやすさがやっぱり通常のモーラに比べたら握りにくいんですよ。決してナイフとして使えないってわけじゃないんだけど、通常のモーラを持っていたら用途としてはやっぱりモーラ使うよねっていう風になっちゃう。でこれ使ってない。これね今私のコレクションというかオブジェになってるんだけども、そういうのが好きでクラシックなナイフも好きでっていうんだったらおすすめするんだけども、やっぱりね最新式のとクラシックの違いっていうのがそういうところに出ているかなというふうに思いました。刃はね多分今のものと全然変わんないから使い勝手っていうか性能としては変わらないと思うんだけど、やっぱりこいつもねちょっと私の用途とは少し違ったっていうところでしょうか。なのでこいつは今コレクションとして眠っていますはい。で次にねオピネルですね。これ一番最初にナイフ買おうと思ったらやっぱり一番最初に迷うのがオピネルかビクトリノックスかっていうねところで迷うと思うんですけど、私はねオピネルにしたんですよね。こいつはオピネルのナンバー10のカーボンです。でねこれもね同じ理由なんですよ。カーボンって飽きるんだけどもやっぱり使っていくうちにね味が出てくんだよね。錆びるけどね、気をつけねえと。この辺も錆びてるんだけどやっぱ使ってる感、このね育っていう感っていうかね、このワイルド感はやっぱカーボンじゃないとちょっと出てこないかな。光ったりそういうのはねないよ。ないけどもオピネルカーボンは使っていくうちに本当にねこう自分のものになっていくイメージがすごくします。でこいつは何に使ってるかって言ったら料理ですね。でなんでオピネル料理かって言ったらやっぱ刃が薄いんだよね。薄くて鋭利だし、こう切っ先がねしっかりあるから本当にねこう料理に向いてる、ちょっとしたペティナイフですよねと一緒っていうのと、あとやっぱり折りたたみができるっていうところでコンパクトになるっていうので、ぶっちゃけて言ったら料理に使うキャンプのナイフは何ですか、何をおすすめしますかって言ったらもう絶対にオピネルです。で本当はやっぱりこの畳めるところがねすごくねコンパクトですよね。でこれ畳んだのもこのねグリップのところ、ここのところをハンドルを回すことでロックがかかる形になるから、こんな感じでねロックがかかるので刃は出ません。荷物の中で刃が出るってことはなくて、同じく展開した時にもこれねこういうふうにここの回すことでロックがかかるので刃が下がるっていうことを防いでくれるんですよね。不用意に怪我するっていうことを防いでくれるので、やっぱりキャンプのナイフはオピネルは本当におすすめする。実用的ね。最初はスタイルで買ったんだけど、結果実用的に使えるのがオピネルだったっていうのが正直なところです。あとこれねナンバーがあって、多分皆さんメインで使うのは8とか9とかその辺がね一番売れ筋なんですかね。9番が一番売れ筋なのかな。なんだけど自分はね10番を選択してます。なんでかっていうと10番だと本当にちょっとしたナイフなんですよ。ナイフっていうか包丁として使える。自分ねもともと料理人だったっていうこともあって包丁の使い方にはある程度慣れてるので、このぐらいねやっぱり長さがあった方がね切りやすい。短くなればなるほどねやっぱり切りにくいんですよ、包丁も。あとこれ以上になるとねちょっと逆に邪魔になっちゃうんじゃので、私は10番を愛用してます。であとこのねグリップの色もやっぱりこの一番クラシックなカラーがかっこいい。やっぱ渋いよね。ですね。あとうっかり酸味のものを切ってほっとくと錆びますそれだけは錆びる。けどやっぱり実用使いで本当に使えるのもオピネルかなというふうに思います。あとねもう一個オピネル持ってるんだよね。オピネルのこれはステンレスモデルのナンバー7ですね。実はこいつの前は渓流釣りこれで持ってってたんだけども、同じ用途でね持ってってたんだけども、やっぱりこのね折りたたみっていうのが
渓流の沢で使うにはやっぱりね動作が多くなっちゃうじゃないですか。抜いて使えるのと出して開いて止めてなんていうやっぱね動作数が増えるとクイックじゃなかったんで、残念ながら今これは UL キャンプの調理用にしてます。でやっぱりいいところ、これはナンバー7だけどいいところはやっぱりこうコンパクトであるところ、あとはステンレスなんで錆びない、メンテナンスが楽っていうところ、あとは切っ先、それこそさっき言ったけど切っ先があるんで袋開けたりとかそういうのにもすごく向いてる。鉛筆くらいだったら削れるかもしれないけど、これでじゃあフェザースティック作るとかそういう用途ではないですね。あとオピネルのやっぱりもう一個いいところはこのね絵のカラーのバリエーションがめちゃめちゃあるので、ほんと女性も使いやすいですよね。おじさんはさっきの渋い色にすればいいし、女性とかおしゃれキャンパーさんはちょっとこういったカラーのついているものを選ぶと本当にねやっぱりサイトにあると映えますよね。こういう差し色が1個入るだけで全然かっこいいので、ステンレスモデルも通常のキャンパーさんだったらやっぱりステンレスモデルの方を勧めるかもしれない。変に錆びないからね使いやすい、です。あと7番は結構ちっちゃいから使いやすいかっていうとちょっとそんなに実用レベルで言うとちょっと使いにくくて、本当何かをちょっとね切るとか切り目を入れるとかその程度、これで肉切ろうとかそういうのにはちょっと使いにくいと思います。はい。で今用途としてやっぱり分かれてきてるんですよね。本当にバトニングなのか、要するに木を切ったりするものなのか、調理とか何か物を切るみたいなそういう発想なのかで言うとこういうふうにちょっと分かれていくんだけど、本当に料理をするんだったらば、こういう包丁ですね。これねプリグレイスさんのギザバ包丁ってやつかな。もう一個ねちっちゃいサイズもあったんだけど、ちょっとねごめんなさい今日それ持ってこなかったんだけど、こいつは何かっていうとこれね刃がねギザギザがついてるんで、ちょっとわかるかな、わかりにくいかもしれないけど刃がね、ギザギザがついてて、これ実はねビクトリノックスで唯一持ってるのもギザ刃の包丁です。ごめんなさい今日ねちょっと発見できなくて持ってこなかったんだけど、キャンプで料理をしたいな、ちょっと本格的に料理をしたいなっていう人にはこのギザギザの刃の包丁をめちゃめちゃ勧めます。なんでかっていうと現場で使いやすいんですよ、外で。ギザギザがついてることで、例えばで言うとちょっと切りにくいトマトだったりとか果物みたいなものがめっちゃ切りやすい。あとギザギザの刃なんで、ノコギリみたいにねちょっと細かい刃がついてるので切れ味が変わらないんですよ、対して。ちゃんと引っかかって切れるから、外で使うんだとストレスないと思う。でね包丁使えない人でも使いやすいんですよ。なんか丸い包丁とか丸いねもの、例えばプチトマトを切るとか、普通のトマト切るもそうなんだけど、あとレモン切るとかね、レモンの輪切りにするとか、普通の人って意外とそういうのを上手に切れなかったりするけど、これギザギザの包丁はねめちゃめちゃ誰が使っても切れるんですよそこがね利点。あとほんとねパンも切れたりとかストレスなく切れるのがねキャンプでは大事かなというふうに思うので、キャンプで本格的に調理するファミリーキャンプ志向の人とかそういう人にねギザ刃の包丁超おすすめします。これねプリグレイスさんねです。はい、最後まとめです。今日はねこんな感じで私の持ってるナイフと使用用途を紹介していったんだけど、刃物でいうとここに私はナタを別でもう一個持ってます。これね三条の昔からのナタで箸付きナタっていうね伝統のナタ持ってるんだけど、本当にもっと馬力のあるものを切っていこうと思うともうナイフじゃなくてナタで、もっとゴリゴリなものを切るって言ったら斧になってくるんですよね。そういう感じで刃物ってグラデーションなんですよね。本当にグラデーションで、こういうオピネルのちっちゃいのからだんだん刃が厚くなってってナタになって斧になっていく。でそこの境界線が今ここのキャンプナイフっていうところなんだというふうに思います。で刃物の形状も R がついてるものとまっすぐなもの、これもナタとナイフのちょっと違いになってくるんじゃないかなというふうには考えてます。
ナタで R のついてるものもあるし、完全に決まってるっていうわけじゃないんだけどね、何かをこう切っていくっていう作業をしようと思うと R が必要なんじゃないかなというふうに思います。あと刃のそれこそ付け方角度なんていうのがただナイフ並べただけよりももっと奥が深い世界になっていくから、一番最初のこのなんていうんだろう、この三角の先っちょの角度を変えるとかね、その辺が今度ナイフの使い方での長持ちの方法になってくるんじゃないかなというふうに思います。薄い刃にしちゃえばこういうふうにね鋭利な刃にしちゃえばカッターみたいにカミソリみたいにめちゃめちゃ切れるんだけども、刃がね弱くなっちゃうし、こういうふうにぶっとくこういうふうな刃先をつければ丈夫だけど切れ味が落ちる。やっぱりそのねギリギリのライン、これがやっぱりちょっとナイフとかは重要になってくるんじゃないかなというふうに思うので、今後は用途に合わせてそんな話もしていければなというふうにも考えてます。はい、ということでね、多分ナイフとしてはね、今までのナイフ使っていくかなというふうに、もう3パターンかな。バトニング、渓流釣り、料理みたいな感じになってくるけど、これからねブッシュクラフトっていう風になった時に大きな何かを切っていくっていうのと工作していくっていうことで、さらにね刃物の用途が考え方がちょっと変わってくるんじゃないかなという風に思うので、その辺のところは今後ちょっと深掘りして追っかけていきたいと思います。はい、ざっくりね私の拙いナイフの知識の中で今日はお話しさせてもらったんだけども、いやナイフについてこういうのがね、こういう話興味深いですよとか、こういうのをちょっと調べてみるのも面白いんじゃないですかみたいな情報もあったらぜひねコメントに入れていただけると私もねすごく勉強になるし、そういう動画しっかり作っていきたいと思いますので、皆さんのねご意見も教えてください。いや本当にね刃物関係はね奥が深い。あと材質とかねそういう話になってっちゃうから、ナイフとかねやっぱちょっと面白いですよね。はい、ということでお後がよろしいようで今回の動画は以上になります。いやーキャンプって本当にいいもんですよね。さよならさよならさよなら。